皆さんこんにちは、ヴァンガードチャンネルです。今週はトライアルデッキ鈴ヶ森レーン発売となります。今回のトライアルデッキの豪華仕様カードはこちら、ブラスターダーク柄のイマジナリーギフトフォースです。もちろん伊藤先生のサイン付きで、今回はさらにこちらコミックアニメ化記念キャンペーンの第2弾が開催されてます。トライアルデッキの中にこの当たり券が入ってて、この当たり券を送ってもらうと、なんとこちらブラスターダークのサイン入り豪華仕様がもらえます。めちゃめちゃかっこいい。こんな感じ、フレームですよね。クールです。はい、というわけでトライアルデッキ鈴ヶ森レーンは8月10日発売ですので、ぜひ皆さんね手に取ってみてください。それでは今日のカード紹介していきましょう。ということで本日ご紹介する1枚目のカードはこちら、ナイトメアドールアリスです。フィルム初のねご紹介カードですね。グレード3です。このカードねいろいろ使い道があるんで、早速大盤で解説していきたいと思います。ヴァンガードサークル登場時、自分のソウルからワーカロイドを1枚までリアガードサークルにコールして単中ソメニットのパワーをプラス5000で、ギフトアイコンアクセルも持っているので、アクセルサークルとそこにコールするユニットを合わせて用意することができます。結構ね安定感のある効果になってます。しかしですね、このカードの本領はリアガードサークルにいる時です。もう一つの効果がこちら、アタックしたバトルの終了時にカウンターブラスト1とソウルブラスト1を払って、このユニットをソウルに置くことで自分のソウルからグレード3以外を1枚リアガードサークルにコールすることができます。どういうことができるかというと、アクセルサークルにいるこのカードを置いて効果を使うと、上書きコールをせずにアクセルサークルに新しいユニットを出してもう一度アタックすることができます。これから公開されていくカード次第でもっとコンボができるカードなのでお楽しみに。でそして今公開されているカードでコンボができるのがこちら、ジャンピングジルです。このカードはソウルからリアガードサークルに登場した時、他のリアガードを1枚ソウルに置くことで自分のソウルからグレード2以外を1枚後列のリアガードサークルにコールすることができます。前列には出せないので間違えないようにしてください。さっき紹介したアリスのライド時効果と合わせて使えば、グレード0とかをソウルに入れてソウルからグレード1を出してあげて前後のラインをきれいに整えてあげることができたりします。アタック時効果と合わせて使えばもっと強力な動きができて、こんな場面ですね。グレード2がいてアクセルサークルにアリスがいて、ここのねグレードにはね、今は公開されてるカードはこれしかないんでジャンピングジルを置いてるんですけど、ジャンピングジル以外でも大丈夫です。まず1枚目のリアガードでアタックで、その後にナイトメアドールアリスでアタックしたバトルの終了時、カウンターブラスト1とソウルブラスト1をしてユニットを、ソウルにね置くことでソウルからジャンピングジルを出していきます。ここで出てくるカードがねジャンピングジルであれば OK です。でアリスの効果で出たジャンピングジルの効果でソウルから登場しているので、他のリアガードを1枚ソウルに置きます。これをソウルに入れてあげることでソウルからグレード2以外を1枚後列にコールします。グレード1が足りないよという時とかはこんな感じでね、アタック中にラインを作ってあげることも可能です。あとはヴァンガードからアタックしてもいいし、リアガードからアタックしても大丈夫です。ちなみにメインフェーズ中にソウルからこのカードをコールすれば、一旦グレード3を後列にコールして、その後にね前列に移動させてあげるってこともできるので、覚えておくと役に立つかもしれません。続いてのカードはこちら、ザ・ダーク・ディクティーターです。ヴァンガードサークルにいるとき、自分のターン中自分のリアガード1枚につきパワープラス2000、最大でね1万プラスされます。フォース1枚分なんで、結構変わってくるんじゃないかなと思います。永続能力なので、毎ターンねパワーが上がってくれるのも強いです。また1ターンに1度カウンターブラスト1を払うことで手札からグレード2以下を1枚までコールして、そのユニットのパワーをプラス5000で相手のリアガードを1枚対決させます。全てのユニットにねブラスターガードと同じような能力を持たせることができるカードになってます。続いてのカードはこちら、ウェアベアフェアホルダーです。めっちゃ噛みそうな名前。リアガードサークルにいてヴァンガードにアタックした時、カウンターブラスト1でソウルチャージ1をして自分のソウル1枚につきバトル中パワーをプラス2000、
このカードの効果でね入ったソウルも数えるので忘れないようにしてください。今までのねダークレギュラーズの感覚だと平気で10万以上のソウルが入ってましたよね。そう考えると2万や3万プラスされていくというわけです。元々のパワーは8000ですが、1枚でね2万8000や3万8000といった高パワーを叩き出せるのは非常に強力です。続いてのご紹介はこちら、ベアボルフフライビリガードです。読みにくい名前2連続ですね。このカードはリアガードサークルにいるとき、自分自身のソウルに置くことでソウルチャージ1してターン中自分のユニットのパワーをプラス5000。このカードはねとてもねいいカードです。アタックのラインを上げつつ、自分自身がソウルに入るので1枚とソウルチャージで1枚合計2枚ソウルを増やすことができます。ダークレギュラーズはソウルの枚数が勝負の分かれ目になるので、ソウルの枚数を増やしたいとき重宝します。普段のねパワーも8000あるんで文句なしのカードだと思います。続いてご紹介するカードはこちら、強熱の騎士ロイブです。リアガードサークルにいてヴァンガードにアタックしたとき、相手より多い自分のリアガードの枚数 ×3000 パワーをアップします。カスバドとね同じ効果です。こちらはグレード3なので、そこが違いますね。ギフトアイコンがない代わりに、効果力が出せるといった感じになってます。はい、続いてのご紹介はこちら、破壊の魔導士アイレブです。リアガードサークルにいるとき、自分のリアガードが5枚ならアタックされません。結成チーム Q4 に入っていたロイヤルパラディンのアロブロックスと同じ効果ですね。ただね、シャドウパラディンはこちらメバンのおかげで、ユニットが5枚揃いやすいので、若干使いやすいかもしれません。続いてのご紹介はこちら、デーモンイーターです。このカードがヴァンガードなら自分のガーディアンが退却した時ソウルに置いていいという効果を持ってます。ガードシャイニットがねそのままドロップゾーンに行かずにソウルに入ると考えてください。ガードすればするほどソウルを増やすことができます。そしてその増やしたソウルをどうするかというと、はい、こちら2つ目の能力で使えます。2つ目の能力はねヴァンガードサークルでもリアガードサークルでも使うことができます。アタックした時カウンターブラスト1して他のリアガードを1枚ソウルに置くことで1枚引いて、そのバトル中自分のパワーをプラス1万、さらにソウルブラスト10することで相手は手札からセンチネルをコールできなくなります。かなりねいい効果だと思います。そもそもカウンターブラスト1でソウルを増やしながら1枚引いてパワーをプラスする効果もね便利ですからね。その上とどめを刺す能力を持ってると考えると、なかなかだと思います。以前紹介して、今ねリアガードサークルからソウルに入れたカード、こちらですね。はい、こちらブリコラカスをね、ソウルに入れてあげればブリコラカスの効果でパワーがさらに上がるので合計2万上がるのでおすすめです。今週の YouTube 限定公開カードはこちら、コミカリティキュメラです。こちらをね大盤を使って解説していきたいと思います。リアガードサークルにいてアタックした時ソウルブラスト1して他のリアガードを1枚ソウルに置くことでバトル中この1のパワープラス5000します。さらにこのターンカウンターチャージしていないならカウンターチャージ1、パワーが上がるので、アタッカーに見えるんですけど、このカードの良さはバー整える能力にあります。どういうことかと言いますと、アタック時のコストで一度ねコールしてしまったジャンピングジルなどをまずソウルに戻せるという点、これでねアリスなどの効果で再度スペリオルコールすることができます。そして簡単にカウンターチャージできる点ですね。このターンねカウンターチャージしていなければいいだけなのでカウンターチャージ1が毎ターンスタートとも可能です。アタッカーというよりは頼れるサポートカードだと思います。以上今週の今日のカードでした。今週末のねアニメが15話ですね、朝香がファイトする回になってます。今週ねフェイルムーンのカード結構紹介したと思うんですけど、もっともっとフェイルムーンのカード紹介されますので、ぜひねアニメの方もチェックしてみてください。コメントやチャンネル登録お待ちしております。今週の最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。